にちは。今回はウマ娘シンデレラグレイ第6話への視聴者の反応をご紹介します。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。みんなの解釈や考察を知るとアニメ視聴の楽しみが増えると思いますので、ぜひ最後までお楽しみください。声でけもう泣く。泣いちゃった。走るんだ。はあ、2位になれって言ったら産経に八百長と書かれる。2位じゃダメなんですか。おじさん泣けてきた。本気出すね。 PV で見たところマーチちゃん絶望。レベルが違うやん。巻き場大波に熱いな。スピカのトレーナー無能、北原トレーナー無能、ウマ娘のトレーナーはみんな無能なのか。ボグリンクソクソ。マーチさん現実突きつけられてかわいそう。オグリ中央に行ったらトレーナーさん誰になるの。この頃からオグリ知ってる連中はごさんずらできるな。割と本気でこんなアイドル感だった。たまきた。たまちゃんウィニングライブイルカ。歌ありたいのね。中央のトレーナー資格トローナめっちゃ狭き門みたいだけど。そんな大変なのか。年に数人、下手したら合格者ゼロの年も。これオグリの持ち歌なの。ウィニングライブはラストまでないだろうからな。東海ダービー終わってから移籍しなかった理由は。あれ3歳の年末だぞ。オグリはアニメでも花があるな。ノルンが泣いた。行かないで。優秀すぎるベルのサポート学科なんてあるのか。また持ち馬いなくなっちゃった。割と誰でも行けるトレセン学園。ベルの頭いいな。サポートカード化しているの。お前競走馬諦めたのかよ。ベルの優秀すぎ。サポート学科そういうのもあるのか。サポート学科って何目指す学科なんだ。トレーナーじゃねえかな。サポカで来いベルノ。正直北原よりベルノの方が大事だからな。蹄鉄打ってくれるし。元ネタのマーチ東証は晩年は乗馬クラブにいたけど20歳過ぎまで存命だった。マーチも中央を目指すとはならんのか。ちゃっかり横。最終回だった。笠松立志編カン。こんな気持ちでみんな馬券買ってたのか。今までバカにしててすまん。笠松編思ったより長かったな。笠松終わり。サポート学科とかプリキ本編とかアプリにも出てきたことない概念。隣は譲らないノルン。最終回だった。笠松はレディス中にハローかけしたりフリーダムだからな。素人はおすすめできない。マーチやノルンもゲーム実装すりゃいいのに。中央行ったら地方いビリがすごそうだな。ここから呼び方が北原から北原に変わるのすこ。漫画よりアニメの方がええやん。30分あっという間ではロタ。次回スペちゃんと帝王出る。出ます。笠松編終わっためっちゃいい最終回だったわ。分かってはいたが良い回だった。これで中央の食堂で食べ放題だ。ベルのどうなるのかと思ってたら主人公特権でついていけるのくさ。元ネタはこれか。例外的に直接接点を持ち続けたのがオグリキャップの想定に携わった想定士の三輪勝で、笠松競馬場の開業想定士である三輪は本来は中央競馬の施設内での想定を行うことはできなかったが、佐橋の強い要望により特例として認められた。開業想定士競馬場ができた当時からやってるってことか。ベルノちゃん有能すぐる。笠松レースシーンもこれで見納めか。ノルンちゃんもすっかりオグリの夢女子になられてしまった。ノルン限界オタクみたいになってるけど、引退レースの有馬とかどうなるんだろう。開門レース最前列で一般客と花争い。笠松は無双してたけど中央になると猛者出てくるからそこの戦いが本番。来週からようやく本編か。トレーナーと並走特殊エンディング。エンディングで泣かせに来るな。懐かしのメンツが見られそうです。俺のボルシハよ。20年時代が違う。じいちゃんとマックちゃんすらデビューしてないぞ。ついに俺の手綱が登場するのか。ズボン脱いで納得。すがすがしい上位ステージへの送り出しだった。カン、狂気あるんだね。会長もマルゼンもマブすぎるだろ。一昔前のスポコンでは
ここが私の居場所だと東海に残るもんだがな。すみません、控えめに言って神回でした。北原ジョーンズ並走でも置いていかれてて草。最後北原置いていかれたな。最高だった。いい最終回だった。振り向きだいぶ可愛くしたな。マーチ、レース前に何をひよっているって感じでひっぱたいたのかと思ったら、思いっきり試乗だった。しかし、走ったら勝っちゃうって分かっちゃってるんだよな。なんなら私に勝てって言った時から。笠松編終わり。いよいよプリティ要素も投げ捨てられて生き馬の目を抜く中央編に突入だな。それにしてもいい最終回だった。サポート学科とかいう謎学科にあっさり受かるベルの競走馬としてはダメだけど、それ以外が優秀すぎる。そして地方の小栗から全国の小栗に。小栗は競馬ファン以外も騒いでたもんな。夢がある馬。中央移籍で一番成功した馬なのは間違いない。いい私、買っちゃうよ。回だった。いい最終回、序章だった。はしょらずに原作通りで序章笠松編やってくれてよかった。誰にも言わずトレセンに行くことを決めてるベルノが一番あくどい。走る以外は本当に有能なベルノ。蹄鉄師は小栗に同行したって史実ネタなんだな。これからのルンは誰と一緒に寝るんだ。縫いかったじゃないですか。マーチとの東海ダービーはねえ、このオープニング再現が最終決戦じゃないの。イメージ映像です。藤間サマーチは地方で終わるのか。小栗より長く競技人生果たすから。小栗キャップの戦歴見てると1位小栗にマーチが4レースもあるので、小栗キャップさえいなければ地方の星だったんだろうな。マーチって中央で全く通用しなかったから弱いみたいな見方されてるけど、適性が短距離すぎたっぽい。線でも長いとか言われるほどです。これからの敵キャラのシルエットがちらっと映るの好き。会長が小栗を連れ去りたい悪役に見えるから困る。実際悪役。まだこの頃の会長はまだ若いから悪役ムーブも仕方ない。この頃も今も未来もずっと若いんだが、キービジュアル変わりました。まるで玉がラスボスみたいやな。今日の「ウマ娘シンデレラグレイ」めっちゃ神回だった。笠松編終わるの意外と早かった。笠松編か。今回は劇場版みたいだったな。北原のルンマーチ、笠松のみんなともお別れというか一区切りか。分かってても寂しくなるね。今週もかなり控えめに言って最高でした。次回いよいよトレセン学園だ。サッカーボーイ実名で出るかな。さすがにリクタストライカのままかな。こっからめちゃくちゃ面白くなるんだよな。白い稲妻編激アツやから。おべりだけ先に行ったけど北原も走るのはやめてないんだよな。笠松編は終わってしまいましたが、笠松組の面々は今後もちょこちょこ出番があるので、初見の方々はいろんな意味で安心してほしいところ。この振り返るとこも元ネタあると聞いて驚いた。この私買っちゃうよのシーンで後ろを振り向いてるの。史実のゴールドジュニアでも安城のアンカツが最終直線で後ろを振り向いてるんだよな。マーチの小栗に対する怒り。リンタは東海ダービーの約束を破られたこと以上に小栗との実力差が開いていく。自分自身の不甲斐なさになることは明白なんやけど、そういう描写をあって一切入れないのが素晴らしい。マーチの挫折と新たな目標を描いたのも小栗だけじゃない笠松の夢としてシンデレラストーリーが続いていく上で不可欠だった。ライバルキャラの葛藤と成長こそバトル作品に深みを与えてくれる。俺つえじゃ薄いのよ。小栗がゴールしたその瞬間、自然に髪紐がぼどける。それは第1話のラストで北原と出会い、小栗キャップだと名乗ったあの日の髪型と同じになるのが素晴らしい演出で涙。まさにここからが怪物としての始まり。笠松編最高の締め。北原の提案に動揺したけど、最終的には北原の走れの一言に後押しされた小栗。2人の絆の深さを感じて泣けました。怪物誕生の瞬間でしたね。中央域が北原だけでなくみんなの新たな夢と目標となったのも素晴らしいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたら
コメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。